塔の外に出た瞬間、鼻をついたのは、焦げた粉と砕けた石の匂いだった。壁に開いた裂け目から、灰色の空と、すぐ下の急な斜面が見えた。塔は城の外苑、岩盤の端に張り出すように立っている。その下には、谷を越えて町を囲む森と畑が広がっていた。落ちるとか考える前に体が動いていた。着地なんてできるわけがなくて、転がるように斜面を下った。雑草、小石、根、どれも遠慮なしに私を叩きつけてくる。腕が擦れて、制服は裂けて、脇腹に石がぶつかった衝撃で、口の中に血の味が広がった。でも、止まらなかった。転がるように立ち上がって、そのまま下へ。その先には森があった。濃くはない。王城の周囲に張り巡らされた自然の防壁みたいな帯。影は重たかった。でも、敵意はなかった。足を進めた。最初は逃げるために。でも、途中から違った。何かが胸の奥を引っ張ってくる。進めって言ってるみたいに。理由なんてわからない。でも、向かうべき方向は分かっていた。引っ張られる感覚。鈍いのに確かにある。もう逃げてるんじゃない。近づいてる。そんな気がした。背後で警報音が3度鳴った。続いて4度目。それは内部緊急事態の合図。つまり捜索が始まったってこと。しかも保護じゃない。確保し直すって意味の強制的なやつ。遠くで叫び声と命令の声。それに混じって犬みたいな鳴き声。いや、違う。似てるけど違う何か。足を速める。つまずいても振り返らない。追いつかせない。絶対に。そう願ったのに、追っ手はすぐそこにいた。空を2つの光が横切った。追跡型の魔導銃。私の頭上に固定され、追尾員が刻まれる。汗が額を流れ、心臓が内側から胸を叩いていた。遠くから羽音。軽量型の魔導機。分解じゃない。狩るためのやつ。そのうちの一つが私めがけて落ちてきた。速い。近すぎる。翼も術式も使ってない。それでも落ちてくる。浮かんでるんじゃない。まるで地に引き寄せられてるみたい。足が止まった。反射的に。そいつは仮面越しでも男だってすぐわかった。寸分たがわず音もなく着地する。兵士とは違った。体格は細いのに全身が戦うためにできてるみたいだった。手には長い槍みたいな武器。柄の中央に光が灯っていて、青く、どこか生きているようだった。武器が地面に触れた瞬間、音が鳴った。低くて、金属がうなるような音。耳じゃなくて、喉に響いた。一歩、後ろに下がった。怖いからじゃない。体が勝手に動いた。胃が縮んで、魔力が内側に沈んでいく。あの男の周囲だけ、空気が魔法を食っているみたいだった。何あれ。わからない。でも、体が知ってた。
そして拒絶してた。男が槍を構える。声も指示もなし。ただ狙ってきた。一歩こっちに踏み出す。その瞬間、足が止まった。森が終わっていた。もう先はなかった。後ろに壁のように木々が迫っていて、前には奴ら。3人が前方。両側から2人。中央にあの男。動いてないのに逃げ道はなかった。仮面の奥から視線だけが向けられる。何も言わないのに、その目だけがもう終わったって告げていた。視線を走らせた。ね、傾斜、茂み。少しの隙間でもいい。でも、方位は完璧だった。札が空から落ちてくる。展開して、知らない紋章が目の前に広がった。進路は、消えた。押し出されるように、中心に追い込まれる。彼のもとへ。男が腕を上げた。槍がうなって、胸の奥に重く響いた。肋骨の間を這うような、じわじわした音。腰のベルトから黒く細い金属の輪を取り出す。手かせ。あの青い光。忘れられるわけがない。仕組みは知らない。でもわかってる。あれは封印のためのもの。拘束じゃなく遮断のため。胃がぎゅっと縮んで、魔力が中で逃げようとしていた。男が一歩近づく。避けようとした。けど、足が抜けた。崩れて膝をつく。立ち上がろうとしても、力が入らない。彼は、もうすぐそこにいた。掴まない。倒さない。ただ静かに。箱を閉じるみたいに、手かせを伸ばしてきた。冷たい金属が、肌に触れる。その瞬間、反応した。詠唱もしてない。叫びもしてない。考える前に、体が叫んだ。訓練で抑えてきたもの。積み重ねた魔力の層。全部、殻ごと裏返った。広がらない。はぜない。逆流する。炎じゃない。光でもない。私って形が、形じゃなくなっていく。地面は重力を失い、空気は質感を消して、私は腕も足も皮膚すらもなくなった。残ったのはただ一つ。震え、脈動。内にも外にも同時に爆発するような全存在の否定。そう、これが封印される瞬間。でも体がそれを拒んでた。魂ごと全力で。そしてその後に残ったのは何もなかった。